つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。釣りの始め方について解説いたします。釣りをこれから始めてみようと思っておられる方はもちろんですが、ある程度釣りを経験していくと、釣りをしてみたいと質問や相談を受けることが出てきます。釣りを始めてみたいと相談を受けた時の答え方として参考にしていただけましたら嬉しいです。釣りの始め方はこのような内容でお届けいたします。スタートガイドについて解説いたします。結論はこのようになっております。釣りを楽しんで釣果を出すためには、狙う魚や釣る場所をある程度イメージしてから、当日に向けた準備を始めるというのが、釣りの始め方一番のポイントです。これから釣りを始めてみようと思っておられる方に向けて、釣りやすい魚の選び方や、スタートに必要な道具の準備といった釣りの始め方を紹介いたします。近年、新しく始める趣味として釣りに注目が集まっていますが、いざ釣りを始めようとすると、釣り方や道具の種類の多さに戸惑う方が多くいらっしゃいます。今回の釣りの始め方では、必要な道具類の解説だけでなく、狙う魚や釣り方の決め方、釣り具屋さんへの相談方法についても紹介していくので、釣りの始め方に迷っておられる方は、ぜひ参考にされてみてください。スタートガイドのまとめです。狙う魚や釣り方を知ることができます。釣りに必要な道具類がわかります。釣り具屋さんへの相談や質問方法がわかります。釣りはアクティビティについて解説いたします。結論はこのようになっています。釣りは竿と釣り糸、仕掛けを使って魚を狙うアウトドアの遊びです。釣った魚が食べられるをきっかけに始める方が多い遊びですが、魚を手にするまでの過程や工夫、魚の引きを楽しむという部分にも魅力を感じてハマる方も多いです。海であれば港や砂浜、釣り公園など手軽な場所から始められるので、新しい趣味をお探しの方はぜひ検討してみてください。釣りはアクティビティのまとめです。釣った魚を食べることができます。魚を釣り上げるまでの過程や工夫が楽しめます。魚がかかった時の引きを楽しむことができます。釣りを始めるまでの流れについて解説いたします。結論はこのようになっています。まずは釣りを始めるまでにどんな順序で準備を進めていくべきか解説いたします。釣りは釣りをする場所、もしくは狙う魚に合わせた道具の準備が必要になるので、始めるまでにある程度イメージを固めておく必要があります。家の近くで釣りができそうな場所があるからやってみたい。インターネットで釣っている映像を見たからこの魚が釣りたい。最初のイメージはこんな形で大丈夫です。なんとなくでも釣りをする場所、狙う魚を決めておくことで、揃える道具の準備がスムーズになります。これが釣りを始める際の大きなポイントになります。釣りをやってみたいけど明確なビジョンがなく何が釣れるかわからない。釣りができる場所もわからないという場合は、釣り具屋さんのスタッフにおよそどのあたりの地域で何が釣れるのか相談してみるのがいいと思います。釣りをする場所が決まれば、その場所で季節ごとに釣れる魚をターゲットとして設定できます。先に釣りたい魚が決まっている場合は、その魚が釣れる場所は港なのか砂浜なのか釣り場に関する情報をチェックしてみてください。狙う魚が決まったら、その魚が好む餌や魚の口の大きさに合う仕掛けに合ったタックル、竿、リールと釣り道具を準備していきましょう。こんな場所でこの魚を釣ってみたいと釣り具屋さんのスタッフに相談してみれば、予算に合うものを一式準備してくれるかと思います。道具の購入で気をつけたいのが釣り方、そして釣り具の種類の多さです。例を挙げて、サビキ釣りの釣り方で紹介いたします。サビキ釣りは岸から真下に落とすもの、浮きをつけて投げるもの、船から釣る釣り方もあり、狙う魚によっても仕掛けの構成が大きく異なります。釣り竿やリールはある程度流用が効きますが、重たい重りに対応した船釣り用を重りの軽い岸釣りで使うのは難しいです。自分に合わないものを無駄に買わないように、釣り具は調べてから購入に進みましょう。狙う魚に合わせたタックルと仕掛けが準備できたら、早速釣りに出かけてみましょう。釣り方の工夫や狙い目となるポイントの見つけ方など、釣り方にはそれぞれコツがありますが、まずは実際に釣ってみるのが最初の一歩になります。釣れる魚はもちろん、水深や流れの速さなど、ポイントごとに様々な事情があるので、何度も通ってその場所に合った釣り方を見つけるというのが、釣りのステップアップの近道です。釣りを始めるまでの流れのまとめです。釣りをしてみたい場所、釣ってみたい魚からイメージするのが始め方のポイントです。釣れる魚に合わせた釣り具を準備しましょう。釣り場で実際に釣ってみましょう。釣りやすい釣り場について解説いたします。結論はこのようになっております。釣りをする場所選びから決めたい方には、海釣り公園の釣りがおすすめです。駐車場のありなしや釣りをして良い場所の確認といった手間がかからず足場が安定していて
安全に釣りができるというのが釣り公園の魅力です。その他、売店があったり、超過情報を発信していたりする公園もあります。どこにでもあるわけではありませんが、もしお住まいの地域に釣り公園がある場合は、初めての釣り場として検討してみてください。砂浜や堤防も身近に釣りが楽しめるおすすめのスポットです。いずれも釣りに適した場所と適していない場所があるので、釣りをしている人がいる釣り場情報を見つけられるなど、釣れそうな条件を満たす場所を選ぶのがポイントです。場所によっては釣りをしていけないケースや駐車できないケースがあるので、事前に情報を集めておきましょう。釣りをする場所選びを迷う場合は、釣り具屋さんにこの場所は何か釣れますかと相談してみることもいいと思います。釣りやすい釣り場のまとめです。初めての釣り場には釣り公園がおすすめです。砂浜や堤防も釣りがしやすいです。楽しめる釣り方について解説いたします。結論はこのようになります。ここからはこれから釣りを始めたい方におすすめの釣り方と、初心者の方でも釣りやすい魚を2種類ご紹介いたします。まずは釣り入門の定番ターゲットであるアジからチェックしてみましょう。スーパーなどで目にする機会が多い魚なので、持ち帰っての調理がイメージしやすく、釣った魚を食べてみたいという方には非常に人気があります。夏から秋にかけてよく釣れるアジは、港や堤防、釣り公園で釣れる代表的な魚で、釣れるサイズは 10cm から 20cm 程度が中心になります。アジは群れで行動する魚なので、1匹釣れれば何匹か釣れるチャンスがありますが、群れは絶えず移動を続けているので、釣れている時間と釣れていない時間がはっきりしやすいターゲットです。堤防や海釣り公園でアジを釣るときは、餌を巻いて魚を寄せながら釣るサビキ釣りで狙います。サビキ釣りは釣り入門として定番となっている釣り方で、投げずに真下に落とすだけでも効果のある簡単な釣り方です。釣り具屋さんには釣り道具一式、竿と糸が巻いてあるリールに、サビキ仕掛けがついた入門用のサビキセットが売っているので、まずはセット商品から始めてみましょう。手頃な価格から始められて、仕掛けを交換すれば、他の魚も狙えることができます。餌は編み込ませというサビキ用の餌を使います。解凍が必要な冷凍タイプと、常温保存ができるタイプがあるので、価格や使いやすさで選んでみてください。釣り初心者の方には、簡単に使える常温タイプをおすすめします。砂浜の代表的なターゲットでもあるキスも、初めての釣りにおすすめしたいターゲットです。夏から秋にかけて釣りやすい魚で、砂浜だけでなく、そこが砂地であれば、港や堤防からの釣りでも狙えます。キスを狙う初心者向けの釣り方として、ちょい投げ釣りは仕掛けを投げる、ゆっくりリールを巻いて魚の当たりを待つなどをしっかり抑えましょう。基本的な釣りの動きが学べる釣りでもあるので、入門には最適です。まずは初心者向けの釣りから始めて、ルアー釣りなど他の釣りへステップアップしたい方にもおすすめです。キスはアジよりも底付近を好むことから、重い重りを使うちょい投げ釣り仕掛けを使って狙います。サビキ仕掛けよりもよく飛んで、沖側を狙いやすい仕掛けで、こちらも準備が簡単な完成仕掛けからスタートしてみましょう。釣り竿とリール、糸といったタックル関連一式は、ちょい投げもセット商品から問題なくスタートできます。サビキ釣りとちょい投げは同じタックルで楽しめるので、仕掛け部分だけを交換して同じ道具で釣りをすることができます。餌は砂利目という生きた細長い虫を使います。虫が苦手な方に向けて樹脂製の疑似餌もありますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。楽しめる釣り方のまとめです。釣り公園や堤防で釣りをするなら、アジのサビキ釣りがおすすめです。砂浜、堤防で釣る方には、キスのちょい投げ釣りもおすすめです。釣り具を準備について解説いたします。結論はこのようになります。サビキ釣りとちょい投げ釣りに使えるタックル一式を解説いたします。それぞれどんなものを揃えるべきなのか、2つの釣りに必要なスペックをチェックしていきましょう。1つずつ紹介しますが、3点がセットになった入門向けの商品から始めても十分楽しめます。釣り竿は長さ3メートル程度で、サビキ釣り向け、ちょい投げ釣り向けとなっているものがおすすめです。子供向けに用意する場合は 1.8 メートルなど、身長に合うような短い釣り竿も検討してみてください。スペックを確認するときは、どの程度の重りが使えるかを表す重り負荷をチェックしてみましょう。サビキ釣りとちょい投げ釣りを両方楽しむなら、最大値が8号から15号程度となっているものがおすすめです。サビキ釣り向け、ちょい投げ釣り向けとなっているセットであれば、2500番から3000番というサイズのスピニングリールがついています。岸からの海釣りでは、標準的なサイズなので、このリールでいろいろな釣りを楽しんでみてください。リールに巻いてある釣り糸のことを道糸と言います。ちょい投げ釣り、サビキ釣りに適した入門向けの道糸は、ナイロンの 2.5 号から3号で、セット商品であれば、最初からこの糸がリールに巻かれています。癖がついたり、
何度も切って短くなってきたら新しいものに巻き替えて使いましょう。紹介しているサビキ釣り、ちょい投げ釣り向けの仕掛けは、それぞれ仕掛けの構成が異なります。初心者の方が初めから針、糸、重りと揃えていくのは大変なので、必要なパーツが全て揃う完成仕掛けから釣りを始めてみましょう。完成仕掛けは、全てのパーツが接続済みの状態であるため、準備は道糸を仕掛けの端に結ぶだけと非常に簡単です。サビキ釣り、ちょい投げ向けとパッケージに記載のあるものから気に入る商品を探してみてください。釣り具を準備のまとめです。竿とリール、道糸がセットになったタックルから始めてみましょう。仕掛けは準備が簡単な完成仕掛けがおすすめです。道具の準備について解説いたします。結論はこのようになります。初めての釣りに向けて準備しておきたい。釣り場で仕掛けを結び直したり、手を洗ったりするための道具類についても紹介いたします。当日の釣りをスムーズに楽しむために、タックル、仕掛け以外の道具も釣りを始めるまでにしっかり揃えておきましょう。今回紹介するのは、サビキ釣り、ちょい投げ釣り向けに準備しておきたい道具類の一覧になります。タックルセットに含まれている場合もあるので、足りないものがあれば、プラスするイメージでチェックしてみてください。ハサミは、道糸と仕掛けを結んだとき、仕掛けを切って片付けをするときに必要になる道具です。糸が絡んだり、仕掛けの交換が必要になったときに使えます。糸を切るだけなので、刃の小さいもので大丈夫です。水汲みバケツは、餌や魚を触った手を洗ったり、釣り場に餌をこぼした場合に必要な道具です。釣り場によっては海面まで高さがある場合があるので、5メートルから10メートル程度のロープがセットになったものを準備しておきましょう。タオルは手を拭く道具の汚れを取るなどの用途で使います。餌や魚の匂いがついていいもの、汚れていいものを準備しておきましょう。複数枚用意しておくと、濡れたものと乾いたもの、綺麗なものと使い分けができて便利です。フィッシュグリップは魚を掴むためのトングのような道具です。釣りやすい魚として紹介したアジ、キスとも硬い部分やトゲがあって釣り上げた後も暴れます。口元の針が指に刺さる怪我を避けるためにも、フィッシュグリップを使ってしっかり魚をホールドしましょう。フィッシュグリップがあると手が汚れないのでとても快適です。また、ゴンズイやオコゼなどヒレやトゲに毒がある魚を釣ってしまった時に安全に針を外すための道具としても活躍します。釣った魚を持ち帰って美味しく食べるならクーラーボックスも用意しておきたいところです。凍らせたペットボトルなど温度を下げる氷を入れて釣りに出かけましょう。クーラーボックスは飲み物を冷やしたり餌を弱らせないための保冷庫としても使えます。アジ、キスともそれほど大きい魚ではないので、サイズは10リットルから15リットルと小型のもので十分です。釣り向けのクーラーボックスは発泡クーラーやクーラーバッグよりも保冷能力が高いので、半日程度釣りをする場合はぜひ検討してみてください。道具の準備のまとめです。ハサミ、水汲みバケツ、タオル、フィッシュグリップがあると便利です。釣った魚を美味しく持ち帰るならクーラーボックスが必要になります。釣り具屋に行ってみようについて解説いたします。結論はこのようになります。釣りのやり方や釣り場選びに悩んだ時は地域の釣り具屋さんへ行って聞いてみるのがおすすめです。時期や地域によって釣りやすい魚、よく釣れる場所やタイミングには違いがあるので、情報収集は現地の釣り具屋さんで新しい情報を教えてもらうのが一番です。釣り具屋さんで質問する際のポイントとして、事前にやりたいことを少しだけ具体的にしておくことです。釣りがしてみたいのように、漠然と要望を伝えるよりも、食べられる魚を釣ってみたい、家族で遊べる釣りから始めたい、この地域に行くから2時間ぐらい遊べる釣りを教えてほしい。このように聞く方が、より条件に合うやり方を教えてもらえます。釣り具屋さんで相談しながら何を釣るかを決めれば、釣りのやり方の質問や必要な道具選びもスムーズです。もう一つのポイントとして、当日ではなく、事前に釣り具屋さんで質問を済ませておくことです。今から釣りに行くとなると、釣り具屋さんによって釣り場に行くとなると、釣り場所までの移動や釣りをする時間帯に制限がつきます。しかし、事前に相談しておけば、魚が釣りやすい日にちや時間帯からよく釣れている釣り場の情報をしっかり活かすことができます。まずは釣り具屋さんで相談と準備をしっかり済ませて、当日は朝からよく釣れる場所へ行けるようにしておきましょう。釣り具屋に行ってみようのまとめです。具体的な質問で自分に合う釣りや道具を教えてもらいましょう。当日ではなく事前に相談を済ませておきましょう。初めての釣りを成功させるについて解説いたします。結論はこのようになります。最後は初めての釣りを成功させるための簡単なコツの紹介です。まずは釣りをする時間帯についてチェックしてみましょう。
入門向けの魚として紹介したアジ、そしてキスは基本的に一日中釣れる可能性のある魚です。しかし、群れが岸近くに寄りやすいタイミングや生活リズムの中で、特に捕食活動に積極になるタイミングがあります。この時間帯を知っておくことが、初めての釣りを成功させるための一つ目のポイントです。釣りをする上で必ずチェックしておきたい時間帯は、朝と夕方、明るい時間と暗い時間の境目となるゴールデンタイムです。アジはキスよりも暗い時間を好む傾向があるので、朝、夕とも5時から7時の間を釣るプランをお勧めします。季節によって日の出、日の入りの時間は変わります。楽しく遊べる範囲でお出かけになる時間を調整してみてください。キスは明るい時間が好きな魚なので、朝は6時から9時、夕方は午後3時から6時頃をイメージして狙ってみましょう。海釣りはどんな時間に釣るアウトドアなのか参考にしていただけましたら嬉しいです。どちらの魚もいい時間帯は食い気があるケースが多く、群れが届く範囲にいれば比較的簡単に釣ることができます。初めての釣りを成功させるのまとめです。釣りは昼間よりも朝と夕方がおすすめです。釣れる時間帯とは、魚が捕食活動に積極的な時間帯です。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。